どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちらがですね、ちょっと、早速開けていきたいんですが、私が以前、ドローンバッグですね、をご提供いただいた au ラインさんというメーカーさんから、今回はですね、バッテリーですね。で、こちらが、なんとドローンのバッテリーなんですけど、リポバッテリーではなく、リチウムイオンバッテリーという、見た目が乾電池みたいな見た目のですね、バッテリーをご提供いただいたので、ちょっとそちらをご紹介と、あと実際ちょっと使ってみて、どんな感じかレビューしていきたいと思います。で、ちょっと早速、開けようとしております。中身が、ドキドキ。結構厳重に。おー、こんな感じでですね、今回は、4セルのリチウムイオンバッテリーを、こちらですね。こちらを4本ご提供いただきました。au ラインさん、ありがとうございます。中も超しっかり、梱包していただいてますね。そして、au ラインさんのステッカーが入っております。で、今回、リチウムイオンバッテリーなんですが、ドローンのバッテリーって、こういうセル状になったリチウムポリマーバッテリー、リポバッテリーって呼ばれてるんですけど、こちらのリポバッテリーが、メインで使われております。ちっちゃいバッテリーだと、2セルだとこんな感じですね。なんですが、今回はですね、リポではなく、リチウムイオンということで、どんなバッテリーかと言いますと、こんな感じで、ちょっとわかりづらいかな？かっこいいね。こんな感じで、中がですね、セルではなく、普通の、電池みたいなものが4つ入った形になります。思ったより、ちっちゃい、軽くてちっちゃい。どうも、あさきです。めっちゃ眩しいです。本日の動画では、じゃじゃーん。こちらがですね、ドローンに乗せる、リチウムイオンバッテリーになります。ドローンって普通リポバッテリーを使って飛ばしてるんですけど、今回はこのリイオンのバッテリーですねを使って、飛ばしてみたいと思います。で、こちらのバッテリーが、あんまり自作のドローンでは使われない。富士山めっちゃ綺麗に見えてます。見えますかね。眩しい。今日めっちゃいい天気です。はい。で、リオンのバッテリーなんですけど、こちらは 4000mAh で容量がすごいでかいということで、多分飛行時間が長いですけど、放電率が低いので、多分 11C とかですね。放電率が低いので、スロットルをグンって上げると、電圧がすごい下がっちゃうのかなという予想です。なのでちょっと今回は、飛行時間と、あとはスロットルどれぐらい上げるのに耐えられるかっていったところをテストしていきたいと思います。では早速使っていきたいと思います。こちらのドローンにさっきのバッテリー載せるんですが、こいつが確か ESC が 65A の ESC を使ってるので、モーター1個あたり 65A 流せると。なのでかける4で260アンペア全部でマックス流せるんですけど、それに対してこれはだいたい4000ミリアンペアかけるだいたい 10C で40アンペアしか流せないので、スロットルは全然そんな強くは入れれないだろうという予想です。 GoPro を乗っけて空撮するときと同じ重量で飛ばそうと思います。ちなみにこのリイオンバッテリーはストレージの電圧が 3.64 で、カットオフボルテージが 3V になってて、3V にまで飛ばすなよということになってます。この辺もリポバッテリーとはちょっと違いますね。リポはストレージがだいたい3.8 とか9とかですね。なので3.3V ぐらいまで飛ばしてみようかなと思います。
3.5V まで戻ってきてます。というわけでこいつですね、使って飛ばしてみました。飛ばした結果、予想通りスロットル結構上げると、結構っていうかもう 50% ぐらい上げると電圧がもう急に下がっちゃって、やっぱりゆるゆるですね、空撮だったりとかロングレンジで、使うようなバッテリーなんだなという感覚でした。で、飛行時間はだいたい 3.3V になるのに、9分ぐらい 40% のパワーで飛んだので、カット電圧が 3V っていうことだったので、ワオっていうかやばい。今ね、救急車とかめっちゃ来てるけど大丈夫かな。ちなみにあれはドローンと関係ない火事です。普通にやば。はい。っていうので、なんだっけ、カットボルテージが 3V なので、もうちょっと飛ばしても大丈夫かなっていうので、多分10分ちょいぐらいは飛ぶんじゃないかなという感じです。ただスロットル入れちゃうとやっぱ急に下がってきて心配なので、本当にもうゆるゆる飛ばす時専用のバッテリーなのかなと思いました。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。